こんにちは、大輔です。本日は実は緩和していた日本の入国ルールということでお話をしてまいります。このお話、日本に向けて渡航する多くの方に関係しながらも、実はあまり多くのメディアにはね、取り上げられていないことなんですよね。ということで早速やっていきたいと思います。ラインナップはこちら。1、入国時 PCR 検査実は不要。2、ホテル直行バスのジレンマ。3、今後さらにこのように緩和されるという未来の話をしてまいります。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新情報をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。1、実は緩和されていたこのルールを解説なんですけど、最近ですね、視聴者の KO さんからご質問をいただいたものがあります。こんなものですね。12月1日、韓国から帰国しましたが、コロナ検査がなかったのでびっくりしました。いつからなくなったのでしょうか？なんか変だな。検査しなくていいの？というものなんですね。で、僕の答えがね、こちらになります。貴重な体験談ご共有ありがとうございます。11月1日からかもしれません。レベル2からの帰国者のチェックが簡易化されたとのことで、陽性率が日本よりも低ければ確率的にチェックをしても無意味。要するにね、日本国内にいる方が市中感染リスクが高いということなのかもですね、ということで、実は11月にですね、レベル2の国からの入国者、あとは帰国者についてはですね、渡航前の陰性証明と空港到着時のコロナ検査っていうのはね、不要になっているんですよね。11カ国地域の危険度緩和、帰国入国時の PCR 検査不要にということで、こちらは11月の9日にトラベルジャーナルオンラインさんが報じている記事になります。記事の中ではレベル2の国、すなわちですね、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国、香港、マカオ、ブルネイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド、これらの国からの渡航ではコロナ検査が不要になったと書かれていて、視聴者の KO さんの体験談からしてもですね、この措置の実施は始まっていると見ていいんじゃないでしょうか。ただし14日間待機でしたり、公共交通機関の禁止はですね、これは維持されるということなので、そちらのみの対処で防疫措置としては十分機能すると判断されたんだと理解をしています。ここ最近ですね、日本は決して低リスク国とは言えない状況になってきているわけでして、そうするとですね、入国制限についてはこういうふうにね、緩和の方向に倒れる、こんな特性が世界各国を見ると、日本も含めてね、見えてくるわけなんですよ。一見するとあべこべに聞こえる感じしませんでしょうかね。この世界各国の渡航制限のやり方を見るとね、まさにこれを物語ってるということなんですけど、例えばですね、陽性率の高い国で言うと代表的なところはね、イギリスだとかスペインをはじめとする欧州各国ですよね。これらの国というのは都市封鎖は実施すれど、渡航制限を積極的にね、かけていくということはしていないんですよね。これは密度が低い国からの人の往来を止めることが必ずしも自国の感染拡大防止につながるとはですね、考えづらいからということが言えるんじゃないでしょうか。これがいいとかね、悪いとかっていう話をしてるんじゃないわけなんですけど、世界はこのように動いているように見えるという、そんな側面があるということを皆さんと一緒に理解できれば嬉しいなと思うわけです。いずれにしてもですね、14日間待機と公共交通機関の利用禁止っていうのは維持されるということなので、なかなかね、渡航者にとってはハードルが高いということなんですが、そんな中ですね、空港直結新しいサービス、こちらがね、出てきてるみたいなので、皆さんに報告していきたいと思います。2、ホテル直行バスのジレンマなんですけど、こちらですね、今月6日の NHK の記事ですね。帰国者、入国者、空港から一部ホテル直行のバス利用可能へ調整ということで、やっぱりですね、自家用車を使えない方っていうのは、レンタカーだったり、ハイヤーだったりね、これらの選択肢のみだという点が、経済的には辛いという声が大きいということなんじゃないでしょうか。なんでね、こういう新しいサービスが出てくるということになるんでしょうけど、なんてことはない。
空港直結のリムジンバスだとは思うんですけどね。これまではその手段すらないという状況だったということなので、この選択肢が増えるというのはいいことですよね。そしてこのバスというのは都内の12の指定ホテルに直結するタイプのものでして、入国者、帰国者が14日間待機の場所に移動するために使えるようになると。そんなことなんですよね。今月の16日から運行開始の予定とのことなんです。あとですね、報道にはもっと重要そうな文面がありますので、こちらも逃さずに皆さんに報告をしていきたいと思います。こんな感じのことが書かれていました。利用者や車両を限定して感染防止対策を徹底するなどして、鉄道や空港でも交通手段を確保できるよう調整を進めることにしていますということなんですよね。こちら国土交通省が主管となって検討が進んでいくと、こんな可能性がね、あるみたいなんですよ。鉄道が利用できれば、それはそれでもちろん便利なんですけどね、特にね、沖縄だとか四国、九州、北海道をはじめとして、そもそも国内線のね、飛行機じゃないと帰れないような地域に、住まわれている方もたくさんいるわけでして、空港機が選択肢に加わるかどうかっていうのは死活問題なわけですからね。そういえば最近ですね、これに関して視聴者の狩野 UK さんより帰国者難民に関するね、コメントをいただきました。こんな感じのね、メッセージをいただいてます。いつもちょこちょこ見させていただいてます。私は現在イギリスにいて帰国できずにいます。地元が九州で東京か関西の空港からしか入国ができず、その後2週間ホテルで滞在しないといけないことに様々な不安を抱えていますと。こういう感じですから、この悩みをね、抱える方、意外と多いんじゃないかなと思うわけなんですよね。早くこういった方向けの選択肢が増えてくれることを待っていきたいなと思うわけなんです。それではですね、この先どうなっていくのかについて深掘りをしていきましょう。3。今後このように緩和されていくという話なんですけど、先ほどですねお話しした通りですね、14日間待機というのは最後の砦のようなね、こんな扱いになってるわけなんですよ。感染症危険レベルがレベル2でね、低いからといって移動してくる人のリスクは完全にゼロというわけではないわけですから、なので最終的な待機措置を必要としているということなんですよね。ここで改めて、いわゆる水際対策ということでプロセス上ルール化されていることを洗い出してみましょう。こちらになります。出国前検査証明、入国時の検査、14日間待機、そして、公共交通機関の使用禁止ということなんですけど、レベル3からの渡航者に関しては、このね、すべてが適用されるということなので、大変ですよね。で、レベル2の国については、先ほどお伝えした通り、出国前、そして入国時の検査が必要なくなるということなんですよね。そして今後のお話を加えていきたいということなので、ここにワクチン接種証明、これをね、加える形で僕の将来予測を述べていきたいと思います。まずはですね、ワクチン接種が世界で浸透するには時間がかかるということなので、それまでの間は管理型旅行ということでですね、行動計画に基づいた限られた範囲をですね、前提とした小規模ツアーが、これがね、許可されていく、こんな流れになるんじゃないかと見させてもらっています。こちらについては以前ね、動画で報告をいくつかね、させてもらってますので、概要欄にリンクの方を貼らせていただきます。この小規模ツアーなんですけど、入国前後の流れが報道されてましたので、皆さんと一緒に改めてチェックをしていきたいと思います。入国前はこちらの3つが必要ということですね。入国前2週間隔離の健康観察、検査を受けてコロナ陰性を確認すると、活動計画書の提出ということですね。そして入国後もやること結構いっぱいあるんですよ。旅行会社が感染防止策の遵守を制約するということに始まりまして、添乗員がツアー客の健康状態を随時チェックすると、そしてですね、接触確認アプリを導入して LINE で健康状態を毎日報告ということですね。公共交通機関は原則使わず専用車両で移動ということですので、近い将来ですね、開始されるであろう管理型旅行、なかなか大変そうですよね。なので、誰もがですね、任意でワクチン接種ができるようになってきたら、ワクチン接種証明書になるものが早いところ出てきてほしいわけなんですよ。合理的にですね、ロジカルに考えれば、このワクチンを接種した人っていうのは高い確率で感染を防ぐ
ぐことができると。それは同時にですね、他の人への感染リスクも限りなく低くすることを意味していますので、ですのでワクチン接種証明を提示できる入国者に関しては、出国前、そしてね、入国時の検査はもちろんなんですけど、14日間待機も不要という形で整理がね、早い段階でできてくれるんじゃないかと。これはね、完全に僕が思う願望ではありますけど、こうなってほしいなと思うわけなんですね。ワクチンを打ったとしてもね、100% の感染リスクがないわけじゃないんだとか、医学的な懸念っていうのはね、ゼロではないということだと思うので、こういった規制緩和というのは段階的に行われていく。例えばね、他国での実施例なんかを注意深く観察をしながら判断をしていくとかになりそうなんじゃないかなと思うわけなんですよ。欧州、アメリカがですね、まさに年内にも接種開始という情報が出ていますんでね、このあたりの動向は政府関係者は特にチェックをされていることと思います。はい、いかがでしたでしょうか。そんな感じでですね、本日は実は緩和していた日本の入国ルールということでお話をさせていただきました。本日は以上です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。大輔でした。